始まりました。R トークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を暮らしに役立てるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししています。枠を超えて常識をアップデート。洞窟を越えた先は MBTI という宇宙だったシリーズ。MBTI の指標って何を指しているの？前回は MBTI のタイプってそもそも何なのかについて枠やレッテルのように捉えられがちなイメージと比較して僕が感じている MBTI の好きなところをお話ししてみましたが、今回は MBTI の各指標が何を見ているものなのかという部分についてお話ししてみようと思います。各タイプこんな違いだよっていうのはよく耳にすることですが、じゃあそれって結局どんなところの何の違いなのか各指標を見てみようと思います。まず MBTI の指標には外向内向の EI 指標、感覚直感の SN 指標、思考感情の TF 指標、判断的態度知覚的態度の JP 指標という4つの指標があります。今後指標5人シリーズという各指標に対してよくあるイメージと比較しながら MBTI の指標について話すシリーズを予定していますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは一つずつ見ていきます。外向内向の違い、EI 指標。EI 指標で特にイメージがついてしまいやすいのが、外向と内向という言葉が社交面で表現される外向的内向的を強くイメージさせる言葉だからかなと思います。MBTI の EI 指標は社交の面に限った指標ということではなく、エネルギーの方向性を指しているものなんですよね。こう言われると途端に自分と関係のない話に聞こえてくるんですが、僕が一番イメージしやすいのは思考の作業スペースが外界にあるのか内界にあるのかという違いです。ここでの外界と内界というのは自分と他者や世界ではなく精神世界と現実世界の違いだそうです。だから頭や心の中で考えるのか発言にしたり書き出したりしながら考えるのかという違いのイメージですね。僕の読んでいる本によく出てくる表現で外向タイプの説明として自分の内界というラジオにチューニングが合いにくいというものがあります。外向タイプは思考の作業スペースが外界にあるタイプとも言えるので、自分の考えという内界で行われそうなことでも外界に言葉や行動として出力しながら考える傾向があるそうです。それに対して内向タイプは内界で考えを進めることができる。つまり自分の内界に作業スペースがあるというイメージになるんですよね。これによってよく起こるタイプの様子の違いとして、外向は考えるために話す、内向は考え終わったので話すというものがあります。これはお互いに持ちやすい偏見としても紹介されていて、外向は内向に対して何か出し惜しみしているように感じる。内向は外向に対してちゃんと考えてくれていないんじゃないかと感じるというものがあるそうです。つまりこれは作業スペースの違いによって外向は内向に対して何も言ってくれてないってことは考えていないんじゃないかとか、考えているのに言ってくれてないんじゃないかとか思ってしまうことがある。で、内向は外向に対してなんで考えてる途中に話してくるんだろう、考えてくれてないんじゃないかっていう風に思ってしまうことがある。そういうことになるんですよね。面白いですよね、この違い。お互いに考え方の違いというか考えている様子の違いがあるみたいなことですかね。それが EI 指標でした。次は感覚直感の SN 指標です。この指標で持たれやすいイメージとしては、現実を見ているのか空想で生きているのかというものがあると思います。これはまさに SN 指標で起こりがちな偏見がきれいに描写されているなと思うのですが、SN 指標の違いは情報の受け取り方にあるんですよね。知覚機能と呼ばれるゆえんとも言えるのかなと思ったりもします。情報を処理しようとするときにどんな種類の情報を重視するのかの違い
とも言えると思うんですけれども、感覚 S は実際に起きていること、起きたこと、起きること、そういう事実と言われる情報を使っているそうです。具体的にこのものがあの人によってこういった工程を経ていくというような、実際にいる人やあるものを具体的に情報として掴んでいく、考えていく傾向が強いということですね。じゃあ直感 N はというと、抽象度の高い情報を扱っていく傾向が強いので、具体的に誰がどんな作業をしてというような実際の詳細な情報ではなく、一般化したようなパターンや法則のような状態に近い情報で受け取っていくんですよね。だからイメージ的には固有名詞と名詞の違いであったり、実際と概念の違いのような違いかなと思います。だから直感 N も現実を見て抽象度の高い情報として受け取るし、感覚 S が具体的な妄想、空想をすることだってあるということなんですよね。事実か事実じゃないかという違いではなく、より具体的な事実なのか抽象的な事実なのかの違いとも言えるし、仮に空想だとしても、より具体的な空想なのか抽象的な空想なのかの違いになるということかなと思います。3つ目は思考感情の TF 指標です。思考と感情と言われるとどうしても冷酷なのが T、感情的なのが F というようなイメージになりますよね。TF 指標の違いは判断基準の違いで、感情的な冷たいか温かいかという基準の違いではなく、構造や論理的と言われる基準で判断するのか、人の価値観と言われるものを基準に判断するのかという違いなんですよね。この判断基準の違いによって思考 T は物事に注目すると言われていて、感情 F は人に注目すると言われています。僕としては構造や論理で判断しやすいのが物事だからと、価値観で判断しやすいのが人だからじゃないかなと思っています。つまり思考 T と感情 F の両方が人を見て冷酷に判断しようとか温かく判断しようと思うのではなく、思考 T は物事を見て判断しようとしている。その過程で人が関わってくるなら、それが物事にどんな影響を与えるのかを考えるといったイメージ。感情 F は人を見て判断しようとしている。その過程で物事が関わってくることがあるから、その時は人の価値観を重視しながらそのことについても考える。そういうイメージの違いになってくるということですね。最後は判断的態度、知覚的態度の JP 指標です。なんとなくしっかり者が判断的態度 J、おっちょこちょいなのが知覚的態度 P のようなイメージがあると思います。この指標は外界への態度の違いと言われる指標で、さっきまで見てきた SN 指標と TF 指標のうちどっちの機能が外界、つまり現実世界に向いているのかの違いになります。SN なのかそれとも TF なのか、ここが変わることによって基本的に外界に対してどんな考え方をしていくのかが変わるようなイメージなんですよね。SN 指標の方、情報を受け取る方の機能、知覚機能が外界に向いている場合、現実世界と接点を持つときに情報を受け取る方の機能が使われやすいというイメージになって、情報を受け取ることに積極的というイメージにもなりやすい様子となって現れます。それに対して TF 指標、判断する判断機能が外界に向いている場合、何か判断を下すために動いていく傾向が強くなりやすいそうです。これは決して知らないことを決めてかかるということではなく、基本的に判断をするために外界に接しているというイメージで、判断できかねることにモヤモヤしやすいという言い方もできると思います。そんな感じで各指標が何を指しているのかざっとお話ししてみました。
もしかしたらこの各指標が思ったよりざっくりとしたものだということが印象的だったかもしれません。そうなんですよね。結構ざっくりしてるのが MBTI なんですよね。何しろ各指標2つずつ、タイプ全部でもたった16個で人類を全て分けられるものなんだから、そんなに具体的に何かを分類しているわけないと言えばそれまでなんですけど、だけどこれを感じられた時に僕はハマりました。こんだけ抽象的でざっくりした分類なら16個に分けられるかもなと思えたし、この方向性を知ることが自分一人では全く理解できない違う考えの人を理解することにつながると思ったからですね。次回はそんな指標たちを使って MBTI のタイプがどう決まるのかについてお話ししようと思います。ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。